こんにちは、たかしです。本日は3月9日土曜日、週末ですので、来週11日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在は高値圏でダブルトップを作っての下落になってきております。ただ GMMA の青帯は上向きなんですね。ですので冷やし単位では上昇トレンド中、そこに今押しをつけに来たという形です。インジケーターを見ているとまだ弱いんですね。ストキャスティクス下落余地あり、MACD も弱いので、この GMMA の青帯を下抜けてくる可能性も十分ありますが、今は一旦過去の高値、ずっとレジスタンスになっていたところを上抜けてそこに押しをつけに来た。しかも GMMA の青帯に接触してきているので、下がれば買われやすい。かといって今ダブルトップでの下落中で結構売り圧力も強いですよね。連続陰線になってますので、基本的には上がれば売られやすいんですが、かといって下がったところは今ちょうど GMMA とかサポートラインに当たりますので変わりやすい。そういう試合にはなってきております。明確にこの白いライン 188.6 付近を下抜けてくると大きく下落する可能性がありますが、現在はここから反発するのか、それとも下落していくのかっていうところを見ておきたいですね。インジケーター自体は弱いですので、ここから下抜ける可能性は十分にあります。では4時間足です。日足で見ていたダブルトップがここですね。そのネックラインを木曜日、金曜日で一旦は下抜けているんですね。木曜日に一度大きく下抜けて、その後すぐ大きく反発しているんですね。ですのでちょっとここの動きが分かりにくいですね。それから金曜日もう一度下攻めをしてきたんですが、結局木曜日の安値を下回ることなく、今ダブルボトム、1時間足単位では小さくここにダブルボトムを作っている状態ですので、今ダブルトップのネックラインは下抜けたんですが、その下抜けのところっていうのが今否定されているので、どちらに行くのかが分かりにくいというところですね。ですので先ほど言ってましたこの白いライン 188.6 付近を明確に下抜けてくると、次は 187.6 付近まで下落していくと考えますので、その辺の流れを見ておくのがいいですね。木曜日、金曜日の動きを見ていると底堅い動きはしているんですが、かといって今 GMMA の青帯で上値を抑えられているようにも見えますので、基本は下落しやすい試合ではあるんですが、今はどちらに行くのか、金曜日の高値、木曜日の安値を抜けた方についていくっていうのがいいと思います。下抜けするとダブルトップでの下落になりますので、結構大きく下落すると思われますので、その場合は186円付近まで下落する可能性があります。日足のインジケーターは弱かったんですが、4時間足のインジケーターを見ていると上昇しそうにも見えてきますので、今はやはり金曜日、木曜日の高値、安値っていうところを抜けた方についていくのが良さそうですね。では1時間足です。先ほど4時間足では大きなダブルトップ、こちらですね。ダブルトップからの下落だったんですが、1時間足では逆にダブルボトムを作っております。しかも安値を切り上げてきてますよね。ですのでもしかすると週明け上昇方向に動くかもしれないというところ。ただし1時間足もそうですが、 GMMA の青帯は下向きなんですね。4時間足の GMMA の青帯も下向きなので、今1時間4時間ともに下落トレンド。ただしすぐ下には日足の GMMA がありますので、今は日足の GMMA でサポートされながら1時間とか4時間足の GMMA で上値を抑えられているという挟まれた状態にありますので、それをどちらに抜けるかですね。基本的に日足のインジケーター弱いので下抜ける可能性を考えているんですが、4時間足を見ているとそろそろ上昇しそうな雰囲気ですし、1時間足を見ていると方向感がありませんので、まずはそれを抜けた方ですね。先ほど言いました金曜日の高値、そして木曜日の安値を抜けた方についていく。そして下抜けた場合はそこからの下落の期待値は結構高くなりますので、その辺が面白いかもしれません。そして上昇方向をイメージする場合は、今1時間足でダブルボトムになってますが、基本的には GMMA の青帯で上値を抑えられてますので、上昇方向をイメージするのでしたら、まずは少なくとも1時間足の GMMA は上抜けてきてほしいところですよね。ただ上抜けてくるとすぐこの辺に4時間足の GMMA がありますので、1時間足の GMMA を上抜けても4時間足の GMMA でレジスタンスされて下落していくっていうこともありますので、その辺はご注意ください。では次はドル円の日足を見ていきましょう。こちらも今強く下落中ですね。日足の GMMA の青帯を下抜けてきてますので、基本的には売り圧力がかかりやすいところ。ただしスト
キャスティクスそろそろ安値圏に差し掛かってますので、それはご注意ください。現在目指しているのが黄色丸の安値と考えております。ここまでぴったり来るかどうかはわかりませんが、だいたいこのあたり 145.899 と書いてますが、だいたい146円前後というところを目指しているのかなと思います。ただ金曜日のこの下落っていうのが結構その付近まで来ているんですね。146.5 付近まで下げてきているので、146円前後と言いましたが、近いところまで下げてきているので、金曜日の安値っていうのがボトムになってくる可能性も考えておきたい。ただストキャスティクスマクディを見ていると、もうちょっと下落するだろうというふうには考えられますので、もし上昇していっても金曜日の安値を下回るような下落、もしくは金曜日の安値付近までもう一度下落してくる可能性が高いとは考えております。基本的には GMMA の青帯を下抜けてますので、上昇しても上値は重くなりますので、上がれば売られやすい、そういう一合にあることは確かですね。では4時間足です。ドル円4時間足はポンド円と違っても下落一辺倒ですね。今週はずっと下落でしたね。この状態を見ると連続陰線で陽線ほとんど出てませんよね。ですので基本的には下落していくと考えておきたいので、上がったところを売っていく戻り売りがいいと思いますが、今4時間足の GMMA との乖離が結構進んでますので、今ストキャスティクスも安値圏から上昇しようとしてますし、もしかすると4時間足の GMMA の青帯ぐらいまでじりじりと上昇してくるかもしれませんので、そうするとじりじりと上昇後の再下落っていうところをイメージできそうですね。週明けここからどんどん下落するかっていうと、今のところそういうイメージはなく、直近ではこのストキャスティクスを見てもわかるように一旦上昇する可能性を考えておきたいです。逆に上昇してくれば売り場を作ってくれると思いますので、戻り売りがしやすくなりますので、そういうところを狙っていけるといいと思います。では1時間足です。4時間足の GMMA とはかなり乖離が進んでいたんですが、1時間足の GMMA に対しては比較的綺麗な下落トレンドを作っているんですね。トレンド自体はちょっと分かりにくいんですが、 GMMA の青帯の傾きに沿って下落してきてますよね。ですので一旦は GMMA 付近までの上昇、現在ですと 147.6 ぐらいまで一旦上昇してくれば、そこからの戻り売りを考えていけそうです。ただストキャスティクスマクディ方向感がありませんので、ちょっとその辺は気になるところですね。4時間足のストキャスティクスも今ゴールデンクロスして上昇しそうになってますので、まずは1時間足の GMMA に接触すればそこからの下落を考えたいんですが、もしかすると先ほど言ったように4時間足の GMMA 付近まで戻してくる可能性があります。そうするとそこそこ大きく上昇していきますので、だいたいこのあたりですね、149円前後まで上昇する可能性がありますので、その辺はご注意ください。そして149円ぐらいまで上昇してくるっていうことは、次1時間足の GMMA の上に乗せてくるっていうことですので、4時間足の GMMA がこの辺を通ってまして、もし149円まで上昇してくれば4時間足の GMMA にぶつかって下落する可能性はあるんですが、今度下落してきた時に1時間足の GMMA が下からサポートしてくる可能性がありますので、その辺は注意していきたいですね。基本的には今下落トレンド、4時間も1時間も下落トレンド、そして日足の GMMA の青帯を下抜けているので、上値は重くなってくると思いますけれども、しっかり戻ったところ、しっかり上昇したところを売っていかないと、安値掴みをして比較的大きく上昇していく可能性がありますので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。